皆様こんにちは。いつもご視聴くださり誠にありがとうございます。本日はですね、来ました。いやー、買うつもりしかなかったんだけどね。やばすぎる。潤滑剤やばすぎ。ロゴいかついな。コーナーカットは初期状態の緩さの感じだと、まあ別に普通っていう感じですね。まあ最近のキューブなんてどれでもコーナーカットいいんで、まああとは調節次第というところですね。おいやー、待ってたよ、ダヤン。これはね、本当にちょっと PLL を回してみただけなんですけれども、グーホンだわ。V3 のものすごい回し込んだやつ。もう2000、3000、4000回転ぐらい回し込んで、もうほとんど変化がないでしょうみたいな、そういう感じの接地面の摩擦感ですね。で、回転が直線的か曲線的かっていう意味では、曲線的ですね。V3 みたいに、ここまで行ってくれないと絶対回らないんだからね、みたいな感じのわがままさはなくて、V4 みたいなこう丸い感じ、そんな感じの回し心地なので、すごく素直なキューブっていう感じがしますね。どこかトルネード V2 みたいな感触がありますね。静かに滑らかに回っていく感じ。いや、これ本当にそういう感じがありますね。これトルネード V2 のなんかちょっと違うバージョンだよって言われると、ああ、確かにみたいな感じはありますね。まあ、コアマグネットの感じはこんな感じなんですけど、初動が重いっていうこともないな。私は V4 のステッカーも大好きなんですけれども、どっちかっていうと V3 の 54mm のキューブの方が好きなんですね。で、それのなんかもうちょっとこう丸くなってくれないかなというか、ちょっと直線的すぎてわがまますぎるなっていうところと、あとまあ磁石はぶっちゃけそんなに気にはしてなかったんですけど、まあやっぱりちょっとこう弱めなところが V3 ってあったので、もう少し磁石で止まってくれないかなっていうところを叶えてくれたキューブですね。天雲とかもそうなんですけど、ここの磁石を強くすれば止まるじゃんって話なんですね、接地面の。なんですけど、それだと結局初動が重くなってしまうんですよ。でもコアマグネットって、初動の重たさはそんなにこう追加されることなくしっかり止まってくれるっていう感じなので、もう本当にちょっとニヤニヤしてしまうんですが、 V3 にコアマグネットを入れたっていう感じのキューブに仕上がってる気がしますね。まだ開けたばっかりなので何とも言えないんですが、まあちょっと少しタイムでも測ってみようかなっていう感じですね。付属品なんかはすごくシンプルで何にもなかったですね。キャップがバネ式ですね。1から5までかな。この矢印、回転させてねっていう矢印ではなくって、向こうとこっちに矢印が向いてるんですけど、そこに数字を合わせるとその設定だよっていう感じですね。今5にちょっと見にくいんですけど、5に合ってるところなんですけど、1にすると、ちょっと軽い感じですね。初期状態は多分全部1になってるのかな。そんな感じですね。M 列は、まあやっぱコアマグネットが入ってるからどうなんだろう、重たいのかな。私が重たいっていうとなんかちょっとあれなんだけど、ルーメソッドとかをやる方はあまりコアマグネット入ってない方がいいのかもしれないですけど、私はもう全然気にならない感じですね。
普通な感じですね。接地面のね、摩擦がもうニコニコしちゃうね、これ。完全にグーフォンですね。ちょっと、いつもちょろっと設定したりとか回し込んだりとかするんですけれども、これ結構、すごいな。全然取れないわ。1の一番緩い設定にしてるのに、全然取れないわ。ピボットは割と強めですね。今はちょっとピボットしないように、こう、ちょっとねじっただけなんですけど、本気でねじるとこうやっていきますけど、ちょっと締めた YS3M よりはピボットしにくい感じですね。これぐらい。初期状態の1っていうのがこれぐらいなんですけれども、同じぐらいかな。ちょっとピボットはしにくい感じがしますね。内部構造をちょっと見ます。潤滑剤ギットギト。こうなってる感じですね。すごくシンプルな構造ですね。これでしか多分設定ができないっていう感じなので、これでいいのよ。いや、これでいいのよ。もう本当に5段階の設定しかできないので、非常にシンプルな感じの構造になってますね。ビヨンビヨーンっていう、こういう感じですね。ここの階段のところで調節をしてあげるよという感じでございます。ちょっぴりなんですが、このボールコアはね、トルネード V3 のボールコアと構造が一緒なので、ここからへし折れねえかなっていうところがちょっと心配ではあるんだけれども、いや、どうだろうな。ちょっと強いのかな。中くらいですかね。足の構造がね、完全にグーフォンだね。ちょっとこの辺が違う感じはしますけど、こっちのエッジの構造、もうこのドシンプルな構造、もう何にもない感じ。段差とかそういうのも全くなくて、ここにちょっと外れにくいようにするための突起がついててっていうのは、もうまんまグーフォンですね。これ V3 とか付け替えても使えんじゃねえの？どうだろう？ちょっと、いや、強いって言ってしまうとなんか強いのって思われてしまうかもしれないので、弱くはないと言っておきます。人によっては中くらい。弱くはないと伝えておきます。それはね、間違いない。弱くはないですね。浮かびはしませんね。浮かぶことはないですね。基本的にこれはもう11の機構なので、こことここのコアの磁石の距離が遠いですから、ここのところで反発の磁極が発生してるっていうのではなく、普通に止まるだけの、コアマグネット。11ですね。11の機構になっているよという感じでございます。今のキューブなんてコーナーカットとかそういうの性能なんでもいいので、実際回し心地はどうなのという感じですね。ちょっとじゃあタイムでも測ってみましょうか。と見せかけて、いやー、買うつもりしかなかったんだけどね。潤滑剤。コーナーカット若干狭い。狭いな。リバースは同じようなもんですね。いいな。ちなみにこちらはマグレブを買いました。プラスチックのやつ一緒やろうと思って、もしマグレブの方が良かったら、どっちかなんですけど、マグレブに変えて、バネの方が良かったらバネに変えて、というのがやりたかったのと、54、やっぱ54ですね。で、最近 55.0 あたりのキューブが結構いいなっていうのがあるので、55のバネと54のマグレブを買ったので、交換することができますから、そんな感じで買ってはみたんですが、いやー、一緒でしょ。一緒だよね。一緒じゃない？一緒ですね、多分。さて、移植ができるのかしら？
当たってない。当たってない。大丈夫。当たってないな。当たってないっすね。いけるわ。中の構造は一緒ですね。ボールコアの大きさとかはどうなんだろうね。大差ないと思うんですけど、さすがに54と56だとちょっとボールコアの大きさとか違うかもしれないんですが、ここはそんなに差はないんじゃないですかね。こうしてみりゃいいじゃんね。一緒っぽいっすね。うん。一緒。少なくとも55と54であれば、マグレブとバネを移動することっていうのはできそうです。すげえな。やんちゃだな。今回のこのマグレブの感じがですね、今、下の方に大きく見えてる銀色のやつが、K の小さい磁石なんですね。上にチロッと見えてるやつが、外側にあるというか、大きい磁石なんですけど、こういう感じで今動いてる感じです。今までってこうだったじゃないですか。それがこういう感じですね。こういう感じ。こことここの反発でなんか弾力を調整してるっていう感じのちょっと面白い機構になってますね。じゃじゃ馬だな。マグネットの感じは私が予想していたのとは違って逆にこっちの方がなんか軽い感じがしますね。こっちの方がマグネットが弱いような気がしますね。見てみようか。入ってる磁石はなんぼやこれ。直径4ミリの厚さが1ミリのマグネットだと思います。マグネットは全く一緒ですね。なんだろうね。コアマグネットの距離とかで少し磁石が弱く感じるのか、ちょっと理由はわかんないですけれども、若干54ミリの方が軽く感じます。コーナーの足の構造だけちょっと天雲っぽい感じに変わりましたね。これ天雲 V3 かな？天雲 V3 の足の構造かな？ここの部分ですね。マグレブとバネでどういう風な違いがあるかっていう感じなんですが、私はもう今パッと触った瞬間に圧倒的にバネの方がいいです。こっちのバネに変えたっていうのと全く同じ印象なんですけど、ここの絶妙なこことここの接地面の摩擦感っていうところがすごく良くて、で、もともとこれって、グーフォンシリーズがそうなんですけど、ぬるぬるなんですよね。で、私は他のキューブのレビューとかでもそうなんですけど、私ね、ぬるぬるって表現多分したことないんですよ。私すごく意識をしてて、天雲とか XS とか、何でもいいんですけど、結構皆さんこうぬるぬる動くとか、ツルツル動くとかいろんな表現するんですけど、私にとってのヌルヌルってグーフォンの V3 と V4 だけなんですよ。で、他のやつをツルツル動くとかスルスル動くとかそういう表現を使ってたんです、わざと。ヌルヌルってこれだけなんですよ。もともとの摩擦がすごくこうないキューブなので、マグレブにしてしまうとですね、ちょっと見た感じなんかブルンブルンしてそうに見えるんですが、なんかそういう感じでもないですね。これマグレブです。マグレブなんですけど、ここの摩擦、この中間層の摩擦が全くないっていう感じは、やっぱマグレブキューブ独特のものなんですが、いや、私はバネがいいな。今使っているのが 55.1、これ 55.2 とかのはずなんですけど、55.0 でいいです。これを今使ってるっていうのがあるので、ちょっと比較としてこの子をちょっと回してみようと思います。スマホのタイマーで測って回してみたんですけれども、ダイヤンのキューブって大きく変化するっていうことがないんですね。なので、一応ちょっと50回ぐらい、ちょっとね、時間がね、ちょっと時間が時間なんですよ。なので、50回ぐらいちょっと測ってみて、で、少し AO5 でも測ってみようかなと思うので、ちょっと今から AO5 を測ってみようと思います。なんだこれ。オレンジは今どっかになかったっけか？スキップしやがった。ラッキーっつうことで。
左手の動作苦手なんですよね。なんだこれ。入れ方、あんまよくねえな。手滑った。もうちょっとこれで動揺した。手滑って動揺しちゃダメじゃねえか。おい、手滑った第2パターン目。潤滑剤やばすぎ。まあとりあえず参考だからね。上に青がいるんだけど。入れ方よくねえんだよな。滑りすぎた第2パターン目ってなんだよな。しょうがないね。今明け方5時なんで、夜中の3時ですけど、仕事してたんですけど、そっからちょっと撮り始めたので、ちょっとしょっぱいタイムになってるんですけど、そしてろれつが回らないというね。滑りすぎ第2パターン目ってなんだよな。もともと回転がすごく軽いキューブなんですよ、グーホンって。で、それをマグレブにしてしまうと、よいしょ、この子ですね、制御ができないような気がするんですよね。この子もちょっと延長でというか、5回測ってみます。54。いやーでも54いいな。やっぱちょっとちっちゃいんだよな。いいな、54。まあ、引っかかるのはご愛嬌やろ。こっちだよ。なんかやっぱちょっと、止まってくれない、なんかこう、恐怖っていうとあれだけど、止まってくれない感じが強いかな。なんだよ。X クロスになってるじゃねえか。こいつの出番か。ブブー。どうだろうな。ただ、ないよ。もう集中力切れちゃったよ。4時だからな。いやー、その入れ方は良くない。なんだろう。これ55点なんぼや、サイズ。V3 よりも持ちやすい気がする。54.1 変わらんわ。なんも変わらんわ。ここの、シャープさというか、この辺がなんか多少丸くはなってるような気はするんですよね。V3 に比べると。だからかな。なんかちょっと持ちやすい気がしますね。V3 マニアからすると。多少なんか、持ちやすいような気はするんですが、違う。バットマン、苦手やねん。押し込んだのに、ぐしゃってなっちゃった。こういうのなんだよな、マグレブの。もうちょっと止まってくんないかな、みたいな。止まってくんないかなというか、なんかこの、摩擦がなすぎるというか、そういうところがちょっとやっぱ怖い感じがありますよね。なんかオレンジなんだけど、うわ、楽勝じゃないか。どこにいるんだい？なんだっけこれ。
情けねえ。OLL。なんだっけこれ入っちゃったよ。そう、最近、ここに2枚ついてて、ここにあるやつが、こうやって倒していくやつと、アンチセクシームーブ2発やるやつっていうので、いっつもね、よく迷うんですよね、最近。あそっかそっか。1枚揃ってるやつはアンチセクシームーブなのね。そうか。これがあんまり出てこないのかな。こっちの OLL があんまり出てこないですね。こっち側から見ると同じ感じなんですよ。でも、ここが違うっていう感じなんですけど、そういうことか。これがこういって、こうか。OKOKOK。1枚揃ってんのがアンチ2発で、ここに来てんのがあっちか。なるほど。OK。勉強になった。ありがとう、グーホンちゃん。ということで、音とかなんですけど、割とチャカチャカ言う感じなので、グーホン V3、V3 みたいにパチンパチン言う感じはないんですけれども、音がね、グーホン V3 みたいにむちゃむちゃ静かかっていうと、そういうわけでもないですかね。ただなんか、私が結構こうしてほしいなっていう感じのキューブに仕上がってるっていうのがあるので、ちょっとね、それは言いたい。何が言いたいかというと、例えば、天ユンってあるじゃないですか。で、あれって結構どんどん台を重ねるにつれて、全く別キューブになっていったんですね。で、このグーホンちゃんっていうのは、V3 と V4 を比べるともうサイズも変わっちゃったし、マグネットの強さとかも全然違うんですよ。 V4 のマグネットってむちゃくちゃ強くて、サイズも違うしっていうのがあるから、確かに全く別キューブにはなってるんですが、例えばこういうコアマグネットとかっていうのを入れるときにですね、もうなんかキューブのその形状とかそういうのもガラッと変えてしまって、グーホンとか、テンユンとかなんとかっていう名前を使ってるのに、全然ちげえじゃねえか、みたいな感じのキューブになってるのが、私はちょっと残念だったんですよね、今まで。なんですが、このグーホンプロはですね、私はだけど V3 にコアマグネット入れたよっていうすっごいシンプルなキューブだと思います。余計なものを加えてないっていう感じですね。もともとグーホン V3 ってマイナーキューブなんで、グーホン V3、V4 を使ったことがある人っていうのも少ないとは思うんですけれども、もう本当にグーホンシリーズが好きだった方は、これすごい満足できるキューブだと思います。単純にグーホン V3 にコアマグネット入れましたよっていうだけのキューブです。それでいいんですよ。私が一番天ユンのプロに求めてる機能って、天ユン V1 でいいんです。もうね、磁石の調節機能なくていいです。もうサイズとかも55.7 とかのもう V1 のサイズでいいです。重さももうあれでいいです。コアマグネットとかついちゃって重くなるっていうのはいいんですけど、で、バネとかも別にマグレブとかしなくていいから、もう普通に天ユンのバネで構わないので、コアマグネットだけつけてほしいんですよね。で、静音性とかもあのまんまなわけじゃないですか。特に変な改造とかしなければ。なので、天ユン V1 に単純にコアマグネットつけたよっていうのが出たら多分爆売れすると思うんですよ。実際海外からコアマグネットキットって取り寄せればあるんで、天油につけれるやつなので、そういうのでカスタムすればいいじゃんっていう話なんですが、これはね、そのダヤンが作った純正のグーホンのコアマグネットっていう感じですね。もうなんか余計なものが加えられてないんですよ。これね、いい。いやめっちゃいいっすね。で、せっかくなので、同じキューブですね。これも私はバネに交換してるので、これもバネという感じで。で、コアマグネットも、この辺で反発するっていうのではなくて、11みたいな感じで、もう完全にこの止まるためのコアマグネットですよっていうやつ。で、しかもサイズも全く一緒と。全くではないんですけどね。この子の方が 0.1 ミリぐらい大きいみたいなんですけれども、比べてみた感じ、これ単体で回してる時には全然気づかなかったんですけど、これやっぱりね、猛油のキューブです。で、こっちの方が結構スルッと回っていく感じなんですけど、RS3M っぽいって言われると、ぽいですね。
というのは、これがね、あまりにもこの中間層の摩擦がなすぎるんですよ。なので、この子が結構のぺーっとしてる感じというか、してないんですよ。してないんだけど、これとこれを比べて回転軽いのどっちって言われたら、100人中100人こっちって言います。絶対こっちって言います。それぐらいなんか回転がめちゃめちゃ軽いので、これをね、マグレブにしちゃうと、マグレブなんですけど、ちょっとね、やっぱタイムでも出てますけど、バネの時の AO5 が、これはね、ちょっとぐちゃぐちゃやってるソルブの運もあるんですが、13.971 に対して、マグレブは 16.367 なんですよね。で、かつサイズもあるからね、しょうがないです。54ミリって私は2週間ぐらい使い続けないと、指慣れないんですよね。で、逆に指が慣れるとハイパー速いんですよ。54ミリって。なんですが、今はもう55に慣れちゃってるっていうのがあるから、これはちょっと本当に参考程度なんですけれども、やっぱちょっとね、この摩擦のないキューブにマグレブ入れちゃうと、ちょっと制御難しい。なので、私はあまり重たい潤滑剤っていうのは入れないんですけれども、ディグニタス、グラビタスとかは必須ですね。スピーディーだけでなんとかなるとか、シルクだけでなんとかなるっていう感じではないと思います。マグレブの場合はですよ。で、バレのやつは、私も全然これでよくて、セラリタスを入れるか、スピーディー1滴だけ突っ込むかっていう感じですかね。何にも文句がないですね。マグネットの感じとかっていうのはそうですね、指に乗っかってくる感覚とかっていうのは、どっちかっていうとこっちの方がありますね。乗っかってくる感覚っていうとおかしいな。こっちの方が結構スルッとはいくんだよな。初動というか、なんかこっからここまで行くときのスムーズさっていうのは YS スリムの方が上ですね。なんかここで磁石がなんか全然くっついてない感じがあるんですね。ここ離れるのがめちゃめちゃ軽いですね。接地面のマグネットが軽いのかわかんないですけど、対してこの子は多分ここの接地面のマグネットが多少強いですね。ちょっと力を入れないとクッとここから離れないような感じがありますね。なので初動の重さはこっちの方があると思うんですが、なんかね、パーツの重さなのかな。よく私が言いますけど、このブロックごとの重さといいますか、そういったのが本当にもうグーホン V3 なんですよ。グーホン V3 みたいな結構軽めな感じの、軽めっていうとおかしいな。どうなんだろうな。こっちの方が以前中身が詰まってない感じ。V9 よりはこっちの方がちょっと硬い感じで私は好きだみたいなことを言ったんですけど、結構中身が詰まってないような感じですよなんていう話をしたんですけど、こっちの方がね、しっかりした感じのイメージがありますね。こっちの方がちょっと空洞感というか、どっちの方が安いっぽいって聞かれたら、こっちの方が安いっぽいっていう人が多い感触です。V3 です。もうその一言、V3 です。V3 の感触ですね。プラスチックとか。で、あとはそうですね、ちょっと正面にして色とか、そういったところを見ていきましょう。はい。では、ちょっと色合いを見ていこうと思います。リアルで見てるときもこんな感じです。ちょっと EV の調整をして少し画面を明るくしてみたんですけれども、こんなもんですね。で、こっちの方が若干暗い感じ。グーホンの方が。オレンジは肉眼で見る限りはそんなに変わらないんですけど、これちょっと携帯の画面で見るとちょっとこっちの方が深く見えますね。でも多少はそうね、こちらの方がちょっと深い感じの、色をしてますね。青はね、逆にこっちの方がちょっと濃い感じかなっていう色合いですね。気持ちこっちの方が鮮やかですね。グーホンの方が鮮やかですね。赤は正直そんな変わらんかな。変わんないですね。そんなに変わらないと思います。黄色はね、もうなんかグーホンらしいというか、ちょっと透き通った系の黄色ですね。こっちはもうね、黄色ですっていう、キリンですー。はい。白の色が違ったら困っちまうな。はい。そんな感じでございます。で、
そうですね。マグネットの感じというか、コアマグネットがふいふいって吸い付くかどうかっていうのは、そんなに変わらんすね。で、回してる時の設定なんですけれども、私はちょっとちょこちょこ変えてみて、3の設定に落ち着きました。で、1の設定が一番緩いんですけど、結構1の設定でもいける人はいけるんじゃないでしょうか。私はね、ちょっと気持ち緩かったんですよ。で、2か3ぐらいのところでいいかなっていう感じで、ちょっときつめの3にしてみたんですけれども、3がすごく安定しててよかったですね。そうですね。値段相応っていうところはある気はしますね。というのは、例えば、マグネットの調節はできません。バネの調節、スプリングの弾力はたったの5段階しか調節できませんと。あと、コアマグネットとかも当然調整できないし、で、付属品とかもなんもないし、みたいな感じで。2000円ぐらいっていうのはわかる気がしますね。ただ、今のキューブって本当にね、もうどれもいいので、正直、これとこれ、例えばですよ。同じ 55mm キューブとして、これとこれをどっち買えばいいですかって聞かれたときに、私は好きな方を買えって言いますね。本当になんか、どっちがいいっていうのは特になくてですね。難しいですね。正直ここにガンの12とか、トルネード V3 とか、そういうのが入ってきても、どれでもいいんじゃないっていうのになっちゃうんですよね、どうしても。好きなやつを買えばいいっていう感じになってる気がします。で、感触としては、先ほどお話しした通りです。若干こっちの方が、なんかこう、重ためなパーツというか、これウェイロン V9 と比べてこうだよっていう話をした時もそうだったんですけど、バネカスタムをした時ですね。ちょっとこっちの方が、こう中身が詰まってるというか重たい感じ。ウェイロン V9 よりは私はこっちの方が好きっていう話をしたんですが、そういう感じ。ちょっとパーツが重たいっていう感じで、こっちの方がなんかちょっと軽い感じですね。はい。V3 ちゃん。シールは V4 なんですけど、V3 ちゃん。ちょっとチャキチャキしてる感じなんですけど、これをちょっと触った後に、54。なんかやっぱこっちの方がちょっとコアの部分から輪ゴムでギュッて、このコーナーがギュッてなんか中央に向かって引っ張られてるっていう言い方はちょっと極端なんですけど、なんかやっぱしっかりとこう正方形を保ってくれるような感じがありますね。やっぱこっちはコアマグネット入ってないんで、結構こう一つ一つのブロックが自由に動いていってるような、なんかそういう感じがあるんですが、やっぱこっちのコアマグネットが入ってるやつの方が、やっぱ安定感は素晴らしいですね。で、やっぱ質感的にはそうですね。YSM、これは他社のキューブなんですけど、やっぱ本当にグーフォン V3 をそのまんまコアマグネットにしてみたよっていう感じのキューブに仕上がってるので、いやー、めっちゃいいキューブっすね。で、パーツ自体が、どうだろう。ちょっと今これ、コアマグが入ってるっていうのがあるから、V3 に比べて重さも重いんですが、さらに言うなら、こっちはマグレブで、こっちバネなんですけど、なんかコアの部分がなんかずっしり重たいような感じがしますね。54ミリの方が。ちょっとレディーに体重聞いてみる？はい。いつもコーヒー入れるときにお世話になってるハリオの体重計でございますね。では、測っていきましょう。初代 V3。67.6。プロ。73.1。プロのバネ。55ミリです。73.1 だから4グラムぐらいこっちの方が軽いのか。4グラムぐらい軽いっすね。じゃあ同じコアマグネット搭載してて、サイズも同じ。バネ。YS3M。79.4。
69ぐらい ?10g ぐらい重いんだ、こっちの方が。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。そうなんだ。いやでも、パッと持った感じ、確かにこっちの方が軽いわ。こうやって持ってるとあんま気にならないんですけど、テーブルに置いてる状態からパッと持ち上げたときは、全然こっちの方が軽いっすね。軽いわ。ありがとう、ハリオちゃん。で、その 10g ぐらいの軽さが、このパーツ一つ一つに出てきてるっていう感じがありますね。こっちの方が、なんかこの一つ一つのブロックに重たさがあるっていう感じなので、そうですね。中身の詰まってないキューブ。ガンキューブとかが、中身っていうのはこっちの、コアの方の中身ではなくって、このブロックの中身ってことですね。要は、プラスチックが薄いとか、例えばですよ、そういう感じの表現しかできないんですけど、このパーツが軽い、こいつらが。この一個一個のブロックが軽いっていう中身の詰まってない感じの回し心地が好きな方。要はガンですね。ガンとかが好きな方は、こっちの方が多分、これより合うんじゃないかなって思うんですよね。RS3M とか、サンダークラップとか、そういうちょっと重ためなピース一個一個にしっかり重量感が欲しいっていう方は、こっちの方が、私は合うと思います。で、肝心の回し心地とかなんですけれども、難しいっすね。今、なんでこの話をしたかっていうと、そこぐらいしか違いがないんですよ。なんかこっちの方が、ちょっと、あまり印象は良くないんですけど、チープな回し心地だねっていう感じ。で、こっちの方が結構しっかりしてる感じの、ブロック一つ一つがしっかり重みがあって、なんか回してるぜっていう感じの感覚が強いよねっていう、そういう違いしかなくて、じゃあこっちがダメかっていうと全然そのことなくて、私は一応、やっぱ2000ソルブぐらい使ってみないとわかんないんですよね。この子も2000ソルブを超えてからはもうほとんど変化がないぐらいな感じなんですけど、この辺の摩擦とかも全然なくて、すごい回しやすいキューブに育ったなっていう感じなんです。やっぱ一番最初の頃に比べて少しね、摩擦はなくなりましたね。なくなって結構スムーズに回るようになったんですが、この子もやっぱちょっと回し込むと多分中のプラスチックとか足とかは削れてくると思うので、それで例えばこのピボットとか、あとはポップとかっていうのがどうなっていくかなっていうところを見ていきたいので、私はだいたい2000ソルブ回すのに3週間から1ヶ月ぐらいかかっちゃうんですよ。なので、1ヶ月ぐらいちょっと使ってみて、どういう風に変化するかっていうところを見ていきたいなっていうのと、私なんかは結構キューブをコロコロ変えちゃう人なので、これはね、1ヶ月普通に使っていこうと思うんですけど、なんかタイムが良くっても全然他のキューブとかを普通に使っていってしまう人なので、ずっと使っていくかどうかっていうのはまたちょっと話は別になってくるんですが、このキューブはね、これとこれ交換使っていってみたいなので、6ヶ月ぐらいずっとなんか遊んでいけるみたいな感じのキューブですね。V9 はちょっとね、残念だったんですよ。結構期待した分、なお残念だったっていうところはあるんですけれども、この子とこの子はね、すごくいいですね。そんなに足の構造とか特殊じゃないんですよね。こっちの方がポップ耐性って絶対強いんですよ。モーユーさんってでも大体ポップ耐性ハイパー強いんで、それに比べてかなりやっぱもう本当にグーホンをそのまんま引き継いでるっていう感じなので、ちょっとポップ耐性がどうかなっていうところがありますね。削れてきた時の。心配事はそれぐらいしかなくて、本当にこれちょっとね、もうなんかいいキューブすぎて、何にも言えねえっていう感じですね。なんか本当にそのグーホン V3 をそのままコアマグネットにしたっていう、何回言うんだよな。いや、本当にそういうキューブで、いや、ちょっと感動しましたね。いやー、神ですね。いや、本当にいい販売方法だと思ってて、
触ってみたんだけど、これが 56mm だったらなとか、逆に 56mm のキューブで、これが 54mm だったらなっていうのって結構あるじゃないですか。それをね、あえて、全部の方たち、これさっきのやつだ。なんか俺こういうの持ってるな。これがこうだよね。はい、天才。で、そう、もうちょっとこういうサイズだったらなっていうのを叶えてくれてるので、要は例えば 56mm キューブをメインで使ってる方は、これ56でいいと思います。で、54mm、ガンの 354V2 ですとか、グーホン。今はね、グーホンの V3、私なんかじゃないけど、現役バリバリで V3 回してるっていう人ってあんまりいらっしゃらないとは思うんですが、54ですね。54ぴったりキューブが自分では最もタイムが出る。しょうがなくガンのミニとかを使ってるっていう方とかは、これ、54一択でいいと思いますし、あとはトルネード V3 とか 55mm キューブが多いので、その 55mm キューブが結構手に合ってるなという方は、55、でいいと思います。サイズ展開で攻めてきたところは本当に素晴らしいと思ってて、で、私はもうご覧の通り、もう56無視。そんなものはない。そんなものはない。54と55。で、もともとは54しか買うつもりなかったんですが、マグレブとバネ、同じサイズのやつを買ってもしょうがねえかなと思ったんで、で、かつ、私は 54mm の方が好きなんですが、YS3M が最近すっごく良くてですね、で、手も慣れてきてるので、じゃあ、55と54で、どっちでもよかったんです。こっちマグレブにしてもよかったし、こっちマグレブにしてもよかったんですけど、おそらく一緒やろというのがあったので、じゃあ別々のやつを買ってみようっていうことで、こっちをもともとメインにする予定だったんで、こっち入れ替えるのめんどくさいんで、バネで買って、こっちの方がもし良かったら、バネの方入れ替えてバネで使うっていう、もともとね、マグレブで使うつもりはなかったんですよ。なんか、勝手な私の予想というか勘なんですけど、多分これにコアマグネットつけてるっていうような状態で来ると考えたら、マグレブにすると軽すぎんじゃないかなって思ってたんです。まさにその通りだったんですよ。ちょっとね、これは制御ができないですね。こうやって見てると別にそうでもないんですけど、実際ソルブをしているとですね、なんかやっぱここの中間層の摩擦がなすぎて、すっごい私は不安になってしまいますね。マグレブ。なので、それはおそらく 55mm を、マグレブに入れ替えて55で使ったとしても一緒です。一緒だと思うので、私はもうグーホンはバネがいいですし、どっちがいいって言われたら、私はバネ一択ですね。バネの方が安定して使いやすいよっていう風に言いますが、これ好みなので、マグレブのキューブで重たい潤滑剤を使うからいいよという方もいっぱいいらっしゃるので、本当に、好きな方をご購入するといいと思うんですけれども、私はバネとマグレブどっちがいいって言われたらバネです。こっちの方がね、しっかりここで止まってくれるっていう安心感がありますし、回転自体がハイパー軽いんですよ。これとこれ。回してると、これ触った後にこれ触ると、接地面の摩擦意外にあるねっていう感じですね。これ使ってる時全然そんなこと思わなかったんですよ。ですけど、この子を回して、この子を回すと、なんかこことここの接地面の摩擦ですね。それが、この子は、全然違うんですよ。そんなに重たくないんですけど、RS3M っぽいですね。のぺーっとした感じ。そういう摩擦感が意外にあるじゃんっていうのに気づくぐらい、この子はめちゃめちゃ軽いんで、バネじゃないと私は制御できないっていうだけなんですが、私は安いし、バネの方をおすすめします。これなんかもそうなんですけど、何でもかんでもマグレブにすればいいっていうわけでもないと思うんですよね。やっぱ安定感とスピードとかっていうのって両立するのは難しいところがあると思うので、私はバネの安定感でスピードは自分で出していくよっていう感じですね。指の弾く力とかで、調節するよっていう感じで、なんかマグレブみたいに勝手にスコーンって進んでいっちゃうと、なんかちょっと怖いんですよね。なので、こいつ、バネの方が私は好きでした。そんなところかな。
使いやすい方を使っていこうかなと思います。いやー、最近のキューブどれもいいからね、なかなか難しいんですが、好みになってくるよね、最終的には。あとはあれか、なんかこう、成形が甘いみたいな、ことを言われてますが、それはね、全然、玄人向けです。売人向けです。みたいなことが書いてあったけど、気にしないです。私はなんか全然そういう細かい傷とか気にしない人なので、2000円台の値段でこの性能であれば、例えば3000何ぼのこの子とかを、買う必要もないし、当然その1万何ぼ出してガンさんとかを買う必要もないかなっていうふうに思うんですよね。それぐらいもうすごく完成度の高いキューブなので、チーさんがね、CM プロのコアマグネット、マグレブとかあの辺を、今マグレブが出てるけど、コアマグネット、いつ出すんだろうね。G さん、ちょっと何やってるのかね。あれ全部一緒にバーンって出しちゃえばいいのにさ、堅くなに出さないよね。コアマグネットのやつとか。最近ようやくマグレブが出てきましたけど、CM プロの。ダイヤに先越されちゃったじゃんね。はい、いかがだったでしょうか。こちらのキューブは、コアマグネットが入ってるというモデルにしては、2000円台。と価格も非常に安く、あとは、サイズ展開されているというのが一番の特徴ですよね。ですから小さいキューブが好みの方は 54mm をご購入されることをお勧めしますし、ガンキューブとかの 56mm キューブが好きだよという方は 56mm を購入されたりとか、あとは最近ね結構 55mm キューブというのが流行っているので、55mm キューブがいいなという方は55を購入してみたり、あとはバネだったりマグレブだったりというのも選べますので、もう様々な方にお勧めできる非常に良いキューブであると私は感じました。で、回転の感触とかもグーフォン V4 のようなコーナーとかの足の感触ですよね。ちょっと丸みを帯びた感じの曲線的な回し心地を持っていながらも、グーフォン V3 とか、例えばなんですけど、チーさんのキューブとかみたいな直線的な感触もあるというような、非常にね、安定感もあって、完成度が高い、とてもよくまとまってるキューブだと私は感じました。すごくいい仕事をしてくれましたね、ダイアンさん。いやー、感動しました。とてもいいキューブでした。なので気になった方はぜひ購入されてみてはいかがでしょうか。後悔はしないキューブだと私は断言します。おすすめです。はい。本日も皆様の貴重なお時間を動画視聴に当ててくださり誠にありがとうございました。ではでは、まったねー。